はいどうも、とある料理屋料理長のピエールです。本日はね、旬を迎えたスズキをさばいていきたいと思います。そしてね、まだね、何作ろうか決めてないんですけれども、いくつかね、料理を作っていけたらいいなと思っております。では行きましょう。それでは、本編を、どうぞ。重い。腰が。これまた今回もでかいのが入ったな。重い。おー、でっかいスズキ手に入れましたよ。ほら見て、でっかいでしょ。おー、冷たい。はい、じゃあね、ちゃちゃっとやっていっちゃいますか。じゃあいつものように鱗から取っていきたいと思います。ただね、僕今回作りたいものがちょっと調べたらですね、何でもスズキでもこの鱗を生かした松笠焼きができるそうなんですよ。大好きだったグランメゾン東京、グランメゾンパリっていう映画の方、こちらの方でですね、スズキの鱗焼きというのが出てまして、まさにね、アマダイのように鱗を生かした料理ができるということなので、今回はね、鱗を片面だけ取ってもう片面は取らないでさばいていきたいと思います。これはいつもやっている他の魚と同じです。尾っぽの方から頭の方にかけて鱗取りを使っていくと。こういうヒレとかについてる細かい鱗、これはですね、後ほど刃包丁を使って細かい鱗を取っていきます。じゃあ半分だからここまでね取りましょう。はい、こんな感じでじゃあこっちの鱗は残しておきますね、今回は。よし。じゃあこっちの細かい鱗、これを出刃包丁で取っていきます。ここら辺にね、やっぱりいつも残ってるんですよね。こういうヒレの付け根の部分に残っているので、ここを仕上げていきたいと思います。こういう後ろですね、ヒレの後ろの部分のところも取っていきます。はい、こんな感じです。まあちゃちゃっとでいいのかな。今日はね、じゃあちょっとたわしできれいにしていきます。流水は魚の身に当てすぎないようにしてください。あまり当てるとね、ちょっとやっぱり傷んでしまいますので、こういうふうにたわしを濡らしながら使ってください。よし。いつもの通りいきます。はい、じゃあまずはね、ヘラから取っていきますと。よし。内臓を取り出し、ちゃちゃっとちょっと包丁入れておきます。後でね、洗うとき楽なんで、こうして血合いをちょっとかき出しておく。よし。釜上釜下ってよく言われるんですけど、今日はね、釜上で落としたいと思います。どういうことかっていうとね、要するにここは釜ですよね。釜焼きなんてありますよね。釜下で切るときはここから落とします。わかります？こういう首に V の字入れる感じですね。で、釜上って言われた場合はこの釜の上なので、頭だけ落とす感じですね。今回はね、ここの釜の部分もちょっと使いたいので、釜上で落としていきたいと思います。骨にね、関節あるので、ここに包丁が入れば簡単に身が落とせます。はい、落としました。流水で全部ここきれいに洗いたいと思います。はい、どんどんいきましょう。そしたらね、このささらというのを使います。はい、ささら。はい、切ります。こんな感じね。竹のほうきみたいな感じです。はい。で、血合いをかき出すと、これはもういつも通り前やったタイと一緒だし、他の魚と一緒です。非常に地味な作業でございます。ここはね、ちょっとお付き合いください。やっぱ魚の処理ってね、映えるシーンと映えないシーンがあるんですよね。手で剥がせるのは剥がしちゃいましょう。そしたら表はちょっと手でね、きれいに洗ってあげてください。これね、この前のタイの時も言いましたけれども、頭の方からお尻にかけてですよ、この手の動かし方は。この尾っぽからこうやっちゃうと、これまたスズキのヒレも強力なんですよ。よし、ちょっと見てもらおうかな。これ、ほら、見えるかな。よいしょ、いくよ。はい。ほら、見えますこれ。タイも強力だけどね、このスズキまたすごいんですよ。ほら、針みたいになってて強力なんでね、これも気をつけてください。
よっしゃい。頭もここも血合いきれいにしとく。ついでにここもきれいにしちゃおうと。でね、さっき伝えるの忘れたんですけど、このタイのね、タイじゃない、このスズキの頭、ここはすごいんですよ。とんがってて、ここ気をつけてくださいね。さばいてる時に怪我するんで、怖い、危ないので気をつけてください。よし、はい、水気をしっかりと取っていきます。このね、お腹の部分もよーく取ってくださいね。はい、じゃあいつものいきましょうか。お手を拝借。さあ、さばいていきましょう。本日も食材に感謝をし、全集中で参りたいと思います。先に言っときますが、こっちが鱗がついてる方です。ちょっとね、鱗ついてる方はさばきづらいんですけれども、頑張っていきたいと思います。鱗がついてるとね、やっぱりちょっとさばきづらいんですよね。これは仕方がないことです。よし。いつものように腹背腹でいきますのでね。若干ね、構造が違うんですよね。タイとかと違って。よし。はい。腹。次は背ですね。ね、気をつけてくださいね。鱗がついてると包丁が滑るんで、手を怪我する時があるんでね。ちょっとこう切り口を一回包丁入っちゃえば大丈夫なんで。ほら、もう鱗がすごい。鱗たっぷり。切れてないときはこの最後の部分までいってせい、声を出せばね結構いけるんでせいせいせい、はい、OK。 そしてお尻6本のところを切ってと、おっち、はい、こんな感じです。いいね、完璧、完璧でしょう。イエス。どうでしょうか。ちょっと下手くそ。まあご愛嬌ということで、これはね。はい、ありがとうございます。よし、じゃあこれは戻してと。はい、じゃあもう半身いきます。もう半身は、腹背背腹なんです。背腹腹背背腹背なんですよ。よし、でここでね、ちょっとこっちは鱗ついてないのでちょっときれいにしましょう。まな板を、この左側の鱗がついてない方は主に刺身とかで使いたいので、鱗がついてるとやっぱよろしくないですよね。非常によろしくないので、ここはちょっとね丁寧に拭き取りましょう。よし、半身鱗がついてる場合はちょっと大変ですよね、作業が。ここでほぼほぼ確認しといて、で最後ね、また調理するときに再確認してと、何回もね確認して出すようにしてください。刺身盛り付けたときに鱗がついてると非常によろしくないですね。まして口に入ったらもう食感も気持ち悪いですし、お客さんに迷惑がかかってしまいますので、そこだけは気をつけて。ちょっと失敗した。ちょっと刃の入れる場所間違ったかも。そんなこともありますが、ここは間違ってもね、ここは突き進みましょう。多少失敗してもなんとかなります。腹背最後の腹ですね。ここ入れて、ここがちょっとね難しいね。せいせい、よし。はい、どうでしょう。出来栄えはちょっとあれかな。どうですか。まあ使えるんだけどね、全然大丈夫、全然 OK なんですけど、ちょっとここは避けちゃったのが気に入らないかな。
はい、どうでしょうか。はい、こんな感じです。はい、ありがとうございます。よし。はい、そしたらこのアラはいつものようにこれは全部煮付けにしていきますよー。よし、これいらないです。頭ね、鈴木の頭は確かそんな硬くなかった気がしますけど、どうだったっけな。向きがある、工程でもいいね。こうやって、曲がったらダメなんですよ。理想はまあ半分。腹骨を切っていきます。じゃあ鱗のない方かな。鱗のない方はねちょっと刺身にするので釜を落としちゃおう。はい、こんな感じですですね。じゃあこれは後日刺身にします。はい、でこっちが鱗がついてる方がついてるやつです。これね、見えるかな。はい、できました。そしたらね、これはねもう切り身にしちゃいます。目入れちゃって、これちょっと骨あるからこれを取ってあげて。よし、これもね、おちょい、これもね煮物にいいんですよ。快晴の空の下、夏の匂いがまた僕を包む。どうでしょう。鱗をつけてカットするとこういう感じになりますね。これを後でまず司焼きにしたいと思いますと。はい、本日の仕込みはこちらです。はい、スズキの刺身、後ほど刺身にしたいと思います。それからこちらがアラですね。これは粗炊きにしたいと思います。はい、でこちらが肝ですね。茹でましたのでこれはね刺身醤油として使いたいと思います。はい、こんな感じですね。はい、本日の仕込みは以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。おっす。線が強く見えたたくさんのことを学んだ今を思えばもう怖くないさ。